2026年最新、お金の貯め方と賢い使い方。NISA で始める資産運用術。毎日切り詰めて節約してるのになぜか手元にお金が残らない。日本の学校に通う子供の将来の教育費や老後の生活資金が漠然と不安だ。新NISAという言葉はよく聞くけど難しそうで第一歩が踏み出せない。そんな深い悩みを抱えてこの記事にたどり着いたのではないでしょうか。毎日のように値上げのニュースを飛び交い、ただ銀行にお金を預けてるだけでは実質的な価値が目減りしていく現代。一生懸命に働いて収入を得ているのに、その守り方と増やし方のルールを知らないばかりに、多くの方が経済的な不安から抜け出せずにいます。しかし、どうかご安心ください。お金の貯め方には意志の力に頼らない明確なシステムがあり、増やし方には歴史が証明した王道の方程式が存在します。この記事では単なるケチケチした節約術は一切紹介しません。月間100万 PV を超える当メディアが徹底的なリサーチに基づき、自動的にお金を貯める家計の仕組み作りから投資の神様であるウォーレン・バフェットらの哲学を取り入れた価値を生む賢い使い方、そしてNISAを活用した手堅い資産運用までを誰にでも実践できるレベルで具体的に解説します。この記事を最後まで読み終える頃、あなたの頭の中にあったお金に対する漠然とした不安は完全に消え去っているはずです。そして今日から何をすべきかという具体的なアクションプランを手にし、自信を持って資産形成の第一歩を踏み出せるようになります。さあ、あなたの未来と家計を変える新しいお金のルールを一緒に学んでいきましょう。お金が勝手に貯まる先取り貯蓄と家計管理の基本。資産形成の第一歩はどんなに優れた投資商品を探すことでも一攫千金を狙うことでもありません。それは自分の手元から流れ出るお金をコントロールし、確実な土台を築くことです。残ったお金を貯蓄は NG。先取りと自動化が鉄則である理由と具体例。結論、お金を確実に貯めるための唯一にして、最大の正解は先取り貯蓄を完全に自動化することです。毎月の生活費をやりくりして、月末に余ったお金を貯金しようという考え方は、今すぐ捨ててください。理由。なぜなら人間はパーキンソンの法則と呼ばれる心理的な罠から逃れられないからです。これは支出の額は収入の額に達するまで膨張するという法則です。つまり手元に30万円あれば30万円を、50万円あれば50万円を人間は無意識のうちに使い切ってしまう生き物なのです。日々の生活の中でこれは必要だ、たまにはご褒美だと理由をつけるのは非常に簡単であり、意志の力や我慢に頼る貯蓄はストレスを生むだけで 100% 失敗に終わります。
具体例。例えば、日本の標準的な学校システムで子供を育てている。世帯月収が40万円の家庭を想像してみてください。失敗する家計、残しため。給料が振り込まれた口座から家賃、食費、通信費、塾代などを日々引き出しています。今月は家族で外食が多かった。車の部品や修理代がかかった。と出費が重なり、月末の口座残高は数千円。結果として貯蓄はゼロになります。成功する家計、先取り自動化。給料日の翌日に銀行の自動積立定期預金や自動振替サービスを使って問答無用で4万円、月収の1割を別の貯蓄専門口座に移動させます。残りの36万円しかないものとして生活を設計するため、自然と無駄が見直され、1年後には確実に40万円、10年で約500万円の現金資産が構築されます。結論。したがって貯蓄の成功は気合と根性ではなく仕組みのデザインで決まります。家計を一つの法人のように捉え、まずは利益、貯蓄を確保してから残りの予算内で事業、生活を運営する。このビジネスライクな視点を持つことがお金持ちへの第一歩です。資産を増やす賢いお金の使い方と NISA 運用。先取り貯蓄で強固なディフェンスを固めたら次はいよいよオフェンスです。しかし、ただ闇雲にお金を使ったり、ハイリスクな投資に手を出したりしてはいけません。ウォーレン・バフェットに学ぶバリュー投資の原則と価値への支出、具体例。結論。お金を使う際に、また投資をする際の絶対的な基準は価格ではなく価値を見極めることです。これは投資の神様と呼ばれるウォーレン・バフェットやその盟友であるチャリー・マンガが提唱するバリュー投資の根本的な哲学です。理由、なぜ価値が重要なのでしょうか。バフェットの名言に価格とはあなたが払うもの、価値とはあなたが受け取るものという言葉があります。1万円の支出が将来的に何の利益も生み出さなければ、それは単なる消費あるいは浪費です。しかし、その1万円が将来的に何倍もの時間、健康、あるいはさらなる収入を生み出す経済的な堀を築くものであれば、それは立派な投資になります。日常の買い物から株式投資まで、この基準を適用することで、資産の増え方は劇的に変わります。具体例、日常的な支出における価値の判断を考えてみましょう。消費、浪費の例、見栄を張るためだけのブランド品や、なんとなく入ってしまうコンビニでの細々とした買い物。これらは支払った価格以上の価値を生み出しません。価値ある投資の例、自己投資。例えば、自身の健康を維持するための
フィットネスジムの会費やインターバルトレーニングのための良質なシューズ、あるいは自身のビジネスやスキル、SEO 対策、ワードプレスの構築、生成 AI ツールの導入などを加速させるためのツール代。これらは将来の医療費を削減し、稼ぐ力を底上げするため、支払った価格をはるかに超える巨大な価値となって返ってきます。株式投資においても全く同じです。短期的な株価の上下、価格に一喜一憂するのではなく、その企業が世の中に不可欠な価値を提供し続けているかを見ます。例えば AI の進化を根底で支える NVIDIA や ARM、AMD といった米国のテクノロジー企業。あるいは世界中で圧倒的なブランドと技術力を持つトヨタ自動車や独自の技術でグローバル展開する味の素のような日本の優良企業。これらが10年後、20年後も社会に価値を提供し、利益を上げ続けるかという視点を持つことが本質的な資産運用の考え方なのです。結論、日常の数百円の買い物から数百万の株式投資まで、これは価格以上の価値を持たすかと自問自答する癖をつけましょう。それが賢いお金の使い方であり、バリュー投資家としての第一歩です。バーガード社 ETF などの有料銘柄選びと NISA 口座の積み立て設定手順。結論、バリュー投資の哲学を理解した上で、私たち一般人が最も確実かつ有効的に資産を増やす手順は、NISA 口座を活用し、低コストで世界中に分散投資できる ETF や投資信託を毎月積み立てることです。理由、なぜなら NISA、少額投資非課税制度を使えば、本来なら利益に対して約 20% かかる税金が恒久的にゼロになるという国が用意した最強のメリットを享受できるからです。また、初心者が個別企業の業績を分析し、最適なタイミングで売買するのが至難の業です。そこで、市場全体、世界中の有料企業の集合体に丸ごと投資できるインデックスファンドや ETF、上場投資信託を活用します。これにより、特定の企業が倒産するリスクを極限まで減らしつつ、世界経済全体の長期的な成長、価値の増大を取り込むことができるのです。具体例。具体的にどのように始めれば良いのか、絶対に失敗しないための3つの手順を解説します。手順1、ネット証券で NISA 口座を開設する。銀行の窓口には絶対に行ってはいけません。手数料の高い商品を勧められるリスクがあります。必ず SBI 証券や楽天証券といったネット証券で NISA 口座を開設してください。スマホから最短数分ぐらいで手続きが完了します。手順2、バーガード社などの超低コストな有料銘柄を選ぶ。世界最大級の運営会社であるバーガード社が提供する ETF、VTI や VOO などは
信託報酬、管理費用が極めて低く、世界中の投資家から絶大な支持を集めています。日本の NISA、積立投資枠で買うなら、これらの中身を円建てで買える。EMAX Slim 全世界株式や EMAX Slim 米国株式を一つ選ぶだけで十分すぎるほど完璧なポートフォリオが完成します。手順3、クレジットカード決済で自動積み立てを設定する。次に1万円でも3万円でも構いません。毎月決まった日に自動で買い付ける設定を行います。ここで先取り貯蓄の考え方をいきます。一度設定すれば、あとはあなたが寝ている間でも、旅行に行っている間でも、システムが勝手に資産を運営し続けてくれます。結論。NISA を活用したインデックス投資は派手さはありませんが、最も勝率の高い資産運用法です。口座を開設し、有料銘柄を毎月自動で買う、このシンプルな手順を今すぐに実行してください。資産運用で初心者がやりがちなよくある間違いや注意点。無事に資産運用のスタートラインに立ったあなたに、最後に立ちはだかる最大の敵についてお話しします。それは暴落などの相場の変動ではなく、あなた自身の感情です。暴落時にパニックになって売却してしまう。結論、投資を始めた後、絶対にやってはいけない最大のタブは、株価を暴落した時に恐怖に駆られて資産を売却してしまうことです。理由。なぜなら株価が下がった時に売るということは、自ら損失を確定させる行為に他ならないからです。株式市場は短期的に見れば必ず上がったり下がったりを繰り返しします。しかし、15年、20年という長期の視点で見れば、世界の人口増加とテクノロジーの進化に伴い、経済は右肩上がりで成長し続けています。暴落のたびに逃げ出していては、その後に必ず訪れる回復と成長の果実を一切受け取ることはできなくなります。具体例。歴史を振り返れば明らかです。2008年のリーマンショック、2020年のコロナショック、連日ニュースで株価の大暴落、世界経済の危機が叫ばれ、多くの初心者が恐怖で口座を開くのを恐れ、積み立てをストップし、底値で株を手放しました。しかし、投資の原則を理解している賢明な投資家、バリュー投資家たちは違いました。彼らは暴落を有料な資産がバーゲンセールになっている絶好のチャンスを捉え、決して市場から退場することなく、淡々と積み立てを継続したのです。結果として、この数年後には
株価は最高値を更新し、継続した人々に莫大な利益をもたらしました。結論、資産運用は航海に似ています。嵐が来たからといって、慌てて海に飛び込んではいけません。どんなに相場が荒れても設定した積み立てを解除せず、ただひたすらに市場に居座り続ける。これこそが最終的に勝者となるための絶対的な条件であり、最大の注意点です。まとめ、あなたの未来を変えるアクションプラン。ここまで約5000文字にわたり、お金の基本的なルールについて解説してきました。長文にお付き合いいただき、本当にありがとうございます。記事のポイントを最後にもう一度まとめます。1、貯蓄の鉄則。気合の節約は捨て、先取り貯蓄を自動化して仕組みで貯める。2、賢い使い方。価格の安さではなく、それがもたらす長期的な価値を見極めてお金を使う。3、最強の増やし方。NISA 口座を活用し、バーガード社などの有料な全世界株や米株ファンドを毎月淡々と積み立てる。4、最大の注意点。暴落が起きても絶対にパニック売りをせず、市場に居座り続ける。お金の不安を解消するために必要なのは、生まれ持った才能でも宝くじに当たる運でもありません。正しい知識を持ち、仕組みを作り、それを何年にもわたって継続という誰にもできるシンプルな行動だけです。アクションプラン。今日あなたがやるべきこと。銀行アプリを開き、給料日翌日に月収の 10% を別口座へ移す。自動送金を設定する。ネット証券、SBI 証券や楽天証券の公式サイトにアクセスし、NISA 口座の開設申し込みを行う。スマホで5分で終わります。口座ができたら、全世界株式などの有料ファンドに月々5000円からでも良いので、積み立て設定をする。この記事を読んで勉強になったなって終わらせてはいけません。未来のあなたの生活、そしてご家族の安心は、今のあなたが行動を起こすかどうかにかかっています。10年後、あの時 NISA を初めて置いて本当に良かったと心から笑えるように、今日この瞬間からあなたの新しい資産形成の第一歩を踏み出しましょう。